北海道の名山ニセコ連峰の西側に雷電山があります。その西側の山腹にコックリ湖は静かに水をたたえています。今日は蘭越町の登山口から往復します。だいたい往復3時間プラスアルファというところでしょうか。プラスアルファは途中で塗装する川の状況で変わりそうです。すぐに最初の塗装地点に着きます。ここはさほどの苦労もなく渡りました。車対策ですが、ともかく人間が近づいていることを知らせてやることが重要だそうです。この日は熊鈴を持参していましたが、心もとないので 1,2 分おきに大声で奇声を発しながら進みました。ホイッスルを持っていたんですけどね、すっかり忘れていました。爆竹を進行方向に向かって鳴らすのも効果的だそうです。登山者が熊に襲われることは山菜採りや釣り人と比べるとかなり低確率であることが分かっています。過度に心配することなく対策を行って出かけましょう。まだ一人静かがここでは咲いていますね。関東の約1ヶ月遅れですね。ツルアジサイは開花まであと数日といったところでしょうか。さあ、本日の最難所第2の故障地点です。故障困難な沢があるとの情報を事前に得ていたので、本日は試しに使い捨てのビニール製シューズカバーを持参していました。装着して川の流れの比較的緩やかな場所を渡ってみたところ、靴をほとんど濡らさずに済みました。ただ川底の石は滑りやすく、ビニールは簡単に破けてしまったのでおすすめはしません。もしこれを見て利用される方は自己責任でお願いします。大地上に出ました。この場所は途中唯一下界の集落を見ることのできる場所です。すでに羽虫も湧き立っていますが、恐れていた蚊ではなく、またおりつくだけで人を刺すことはない無害な羽虫でした。さて、こちらは最後の図書地点です。難なく越えられました。コックリ湖に近づいてくると樹林がなくなり、島笹のやぶこぎ地帯に突入します。しかし足元の登山道ははっきりついており、迷うことはなさそうです。このような場所では葉裏にマダニが潜んでいることが多く注意が必要です。極力肌の露出は避け、露出している肌には薬を塗って入山する。下山後は服やザックをよくはたいてマダニを家に持ち帰らない。こういったことが効果的かと思います。この三角屋根の小屋は使えなくなったトイレです。コックリ湖に到着です。
一周する歩道があるのですが、ちょっと分かりにくかったです。やぶこぎをすれば一周できなくはなかったと思いますが、無理はしませんでした。この湖には魚類も住むそうですが、この日は見つけられませんでした。湖の背景に見える山々の右奥に見えるこの山が雷電山です。残念ながらここから雷電山への登山道はありません。湖畔ではまだ水芭蕉が開花していました。途中では葉だけが目立っていて花は終わったと思っていたので嬉しい出会いでした。この歩いて旅する日本チャンネルでは今後も続々と本物の秘境を紹介してまいりますので、お気に召された方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。